世界の優秀な MMA ジム1個の場所で寝泊まりも食事もお風呂も衣食住あって常に最高クオリティの練習パートナーがいるの。どら焼きってどんな味なんだ？ I'm fighter 貫通しそうなぐらいの目で言われて。Welcome to リアマンチャンネル。はい、リアマンチャンネルの時間です。今日はアメリカントップチーム会です。僕が去年初めて4週間お世話になって、今年また8週9週ぐらいお世話になろうと思ってる、はい、アメリカントップチームですね。皆さんご存知、堀口恭司さん筆頭に、いろんなファイターがいますよ。世界中で活躍してるファイターがいて、世界の優秀な MMA ジムアワードみたいな毎回選ばれてるジムで、はい、UFC チャンピオンも何人も輩出してるようなベラトールも、はい、そういうジムについて注目選手だったりとか練習どんな感じなのかとか喋っていきたいかなと思います、はい、今回はアメリカントップチームについてということですが、はい、また今年もね2度目の遠征の方に、ATT の方に行かれるご予定ということですが、はい、今回もサムライトップチームさんのサポートのもと行かれるということ。そうですね、はい、サムライトップチームさんに、はい、支援いただいて。そうですよね、はい、はい、今回2度目に行かれるということですが、当然その1度目の遠征の方でかなりこう得たものがあった、ゆえに、さらに得られるものが大きいということで今回も行かれると思うんですが、はい、日本での練習環境と ATT での練習環境の一番大きな違いっていうところから伺いたいなと思うんですが、やっぱ一番の違いはワンストップショップっていうワードかな、ワンストップストアかな、ちょっと覚えてないんですけど、アメリカはもうそうだからって僕が大学のレスリング入る時にちょっと話は遡るんですけど、僕が高校から大学専修大学のスカウトを受けてた時に、リハみたいな、ワンストップショップって知ってるかみたいな、ワンストップストアみたいなって分かるかみたいな、1個の場所で全部が完結することだよみたいな。専修大学は1個の場所でもう寝泊まりも食事もお風呂も衣食住あって、玄関出たらキャンパスがあって学校の中でもう全部ここで生活できるんだよ、この楽さの良さが分かるみたいな風に言われて、当時は僕早稲田行きたかったんで、でも移動があってもやっぱ早稲田行きたいなとか思ってたんですけど、それで僕は専修大学に結局入ったんですけど、その時はそれの良さっていうのはあんまり分かんなかったんですけど、格闘技に入っていろんな場所にこういろんな方にこうお世話になるじゃないですか、午前と午後別の場所で練習してとか、っていうのをやっていくうちに移動の大変さっていうのがすげえ、やっぱ思ってたよりエネルギー使うんだなっていうのはすごいやっぱ感じてて、それが ATT ではやっぱワンストップストアなんですよ。なるほど。全てがそこにもうあるんですよ。だからもうそこにいればやりたいことやりたいクオリティ以上の相手と、どんどんずっとできるっていう。食事だけどっか行ったりとかありますけど、でも本当に2階に泊まって1階に降りてで練習して2階行って、料理してご飯食べて寝てまた起きて練習してご飯食べてっていうのが永遠とできるんですね。これはすっごいいいなって思いましたね。確かに日本だったらば、練習で移動時間で、3、40分とかっていう往復でもう1時間以上かかりますね。重い荷物持って。そういうことですね。その時間がまずなくなる。ストレッチ呼吸と当てれる。重い荷物持ってって歩いてたりしたらまた向こうでちょっとやんなきゃいけないとかもあるんで、準備をそういうのが一切ないっていうのはまずすごい大きいなっていうふうには思いました。で常に最高クオリティの練習パートナーがいるんです。広いスペースがあって、好きなトレーニングもできるし好きな器具もいろんなのあるし、シャドウするにしてもすっごいいいマス目があってとか
僕が今公園でもうギャーギャーギャーとか作ってシャドウするんですけど何を作ってるんですか？公園でだからかかとでこう踏む線越える線ステップインステップアウトの線とか、はい、公園のドッジボールする時みたいにかかとでね、日本だと、やってるんですけど、下降りたらもうそれがあってすぐできるじゃないですかっていうところがまず一個大きな違いとしてあります。はい、他にもあるんですか？ジム内同士でコーチ陣が技術をこう共有し合ってる、これいいよね、これ当てはまるよねとかっていうことをやってるんで、この先生はこう言ってるけどこの先生こう言ってるなみたいなのがあんまりないかな。共有されてるんで、今は何々を鍛える時期、僕が行った時は多分結構ガブリからの展開を徹底的にやってたんですけど、だからどのコーチが行ってもやっぱ結構ガブリからの派生でいろんな技を教えてくれる、そのシチュエーション行った時に結構強くなるみたいな、一つのシチュエーションにこだわって練習するっていうのがあるなって、何回も何回も繰り返し練習するっていうことが行われてますね。日本の練習だと意外とやっぱすぐスパーに入ってっちゃったり、そうなんです。楽しいしやった感もあるし。スパーリングっていうのは楽しいものなんですか？人によりますけど楽しかったり、なんかこう自分を超えるちょっと要素がある。やっぱスパーリングが、やっぱ殴られる覚悟も持っていく練習なんで、集中力いるし、やっぱやった気にはなるじゃないですか。戦って神経使って、そういう練習が結構多いような気がするんですけど、その前の打ち込み系に割く時間が多いなっていう大きな違いとしては。ありがとうございます。次にアメリカントップチーム滞在中の1日のスケジュールってどんな風に過ごされてるんですか？だいたい朝10時か11時からの練習があって、でお昼には終わって、次夕方5時か6時から練習があるっていう、だいたい2回構成なんですよ、平日は。そうなんですね。なんで練習が2回あるんで、朝は10時か11時なんで、始まる時間の2時間半から2時間前ぐらいに起きて、僕は朝は ATT の2階から降りて、ATT の2階はね日差しが入らないんで、そうなんですね。下降りてわーって散歩して、2階に上がってストレッチして、2階の部屋でジュースとか、コーヒー飲んだり、朝ごはんをちょっと食べて、たまに卵焼いて作ったりして食べたり、朝ごはん食べて練習に行きます。午前の部が終わるじゃないですか。そこから前回の遠征の時は午前の部が終わり、教授さんがだいたいじゃあブラジル行きますよっつってブラジル料理屋行って、もうほんとサクって食べて帰ってきて、2時半とか寝ます。寝るんですね。午後は何時からって言いましたっけ、練習は？夕方5時か6時です。そうですよね。結構時間あるから、そこ、寝る時間なんですね。お昼食べて。そうですね。ちょっと仮眠取ったりしますね。それ以外はどんな風な過ごされ方するんですか？そうですね。寝るっていう、次の練習に向けて寝るっていう感じですね。その午前の振り返りとかして、ストレッチして寝る。他の選手の方もそんなようなリズムなんですか？感じですかね。でも2階に住んでたのは 4,5 人ぐらいで、僕とクリス・ダンカンっていうライト級の選手と、あとアーマン・サルキャンっていうライト級の選手と、あとは謎の強そうなロシア人2人組その2人と、5人ぐらいしかいなかった。そうなんですね。僕が出た後に多分元谷さんとウッシーとかが多分入って今住んでるのかな。インヤさんがいらっしゃる時はウッシーと元谷さんは近くのエアビー借りて、そこからチャリ、僕も1ヶ月いるんで、着いたすぐの日に近くのウォルマートでチャリを70-80ドルぐらいで買って、行ったり来たりで、教授さんが車出せない時とかは、自分でこうチャリでコンビニ行ったりスーパー行ったりレストラン行ったりしてました。相当教授さんにお世話になったんですよね。送り迎えもめっちゃしてもらって、優しいですね。めっちゃ優しいです。で午後の練習はも
フィジカル系かテクニックドリル系が多いんで、時間前に起きて、また準備して体ほぐして、午後練します。で終わりストレッチして上上がってシャワーしてすぐご飯帰ってきます。7時半とか8時ぐらいですかね。夜ご飯を食べる環境っていうのは主に教授さんが連れてってくれるブラジル料理です。じゃあまた外に出るってことですか？はい、そうですそうです。車で5、6分ぐらいなの、すぐ近くにある。なるほど。先ほどからお料理名を聞くと、ブラジル料理しか出てこないんですけど量り売りでシュラスコ料理屋行った方なら分かると思いますけど、サラダバーがいろんな野菜でわーってあって、ライスがあって、フェジョアータって豆の料理があって、好きなものを好きなように取って、で最後お肉が回ってるんで、ピッカニャくれとか、ピッカニャ出して切ってこれぐらいみたいな、イエスみたいな、でそれ乗せてもらって量り売りで食べる。だいたい1人前の量でね、でも4500円ぐらいしますよ。おお、なるほど。はい。ランチも同じ店です。同じ店？はい、同じ店です。本当油断したら週14食そこになりますよ。あ、本当ですか？はい。でもね、やっぱ他のお店行ったっすけど、やっぱここっすよみたいな教授さんが言ってて、自分もでも、そこだなってなりました。他のも試したけど、日曜日もそこがいいってなりますね。休みの日も日曜日はお休みなんですか？日曜日は休みです。土曜の午前終わったらもう休みですね。お休み中はどんなことされるんですか？教授さんに釣りに連れてってもらったり、ちょっと楽しそうじゃないですか。はい、お家来るみたいなことも言ってくれましたけど、来てもなんもねえよみたいな立派なプールとかあるんですけどね、それこそちょっとカジノで遊んだりとか。なるほどなるほど。はい。まあでも釣りと、僕釣れなかったんですけど、もともと釣りはされるんですか？初めてしました。あ、そうなんですね。はい、投げ方も分かんなかったけど、でもなんか釣れそうな感じで 2、3回やってた、これ釣れたら楽しいなっていうのはなんか思ったっすね。だからもう本当に変わり映えのない生活ですよ。はい、シンプルな、ずっと起きてご飯食べて練習して寝て、起きてご飯食べて練習して寝てをずっとできるんで。はい。本当に格闘技に集中できる。そうですね。はい。クレベルも言ってましたね。じゃあ日本で格闘技に集中してねえのかって、いやそういうことじゃねえんだよって。日本にいたらクレベルも言ってたな、家族のこと、仲間のこと、やっぱいろいろあるけど、ここはもう 100% 集中ねできる。上手だけど。はい。100% が集中できるから、ポペが次もポペがみたいな感じなの。上手だけど。いやでも本当そうなんだな、それだっていうことです。はい。なるほど。そこがいいよなって思いましたね。ね、ありがとうございます。はい。今ずっとお話伺っていましたが、こうやっぱり出てくる選手の名前もスター選手の名前が出てこられるんですけど、はい、せっかくですので、この機会にアメリカントップチームどんな選手がいるかとかっていうところ、はい、特に覚えておいた方がいいという選手をリンアさんの方から、何人かご紹介いただけたらなと思いますが、はい、わかりました。じゃあ1人目いきます。1人目は、ボー・ニッカル、はい、UFC ミドル級の今期待の新星ですね。彼は、同い年かな、レスリング上がりで、ペンステートって彼の一番強いアメリカの大学出身なんですけど、今一番か分かんない古豪で強いアメリカの大学、そこ出身で、2017年の僕がアンダー23の世界選手権優勝した時に、ボー・ニッカルも86で優勝してて、で優勝した時にアメリカの国旗バーン掲げてダンダンダンってパフォーマンスしてたのは超かっけえなみたいな、アメリカの国旗とこいつ超似合うみたいなめっちゃ思ってたぐらいだったんですけど、その後2018年レスリングワールドカップの帰りに日本代表チームでペンステートに合宿に行って、そこでもボー・ニッカルと同じ環境の中で練習したりとか、で当時は同じ表彰台の同じところに登ったりとか同じところで練習したりってなんかちょいちょい縁はあったけど、
意識とかすることは全くなく、階級も全然違うし、はい、なんかすげえやついんなぐらいで思ってたんですけど、僕よりちょっと早いぐらいに UFC に4戦ぐらいで契約して、大の申請来たっつってボーニッカルみたいな。最初は全然分かんなかったんですけど、レスラーオリンピック目指してた、東京オリンピック負けたみたいな、予選で負けて MMA 来たみたいな、なんか同じようなシチュエーションだなみたいな、あいつかみたいなあの旗振ってたやつか。でボーニッカルも僕のことを見てくれてたみたいで、ロードトゥ UFC の時にファーストラウンドマネジメントを紹介してくれたんですよ。そうなんです。ボーニッカルがファーストラウンドマネジメントにリンや中村取った方がいいぞって言ってくれて、ファーストラウンドが僕に声かけてくれて契約したんですね。いいやつだなみたいな。試合終わってからインスタでもつながってメッセージくれたりとか、メッセージ返したりみたいな感じなんですけど、僕が前行った時は試合前で ATT もフロリダ中にも2個か3個ぐらいあったりして、メインであるのがそこ、僕が住んでたとこなんですけど、近くの違う場所で練習してたんで、練習であったりはしなかったんですけど、まあでも ATT 所属のスターですよね。向こうに行かれてた時に、ボーニッカルと会話したりなかったっす。ないんですね。だからメッセージで何曜日行くからみたいな、飯食おうぜみたいなあって、おおオッケーオッケーみたいな、やっぱ行けねえわみたいなあそっかみたいなATT 内での思い出とかはないんですけど、まだこう似たような境遇を通ってきてるんで、レスリングの成績がね、アンダー取って東京オリンピック目指して、ライバルがいてそこに負けてじゃあつってきてトップ目指して同じ時期に UFC 入ってっていうので、通じるものがありそうだなっていう。でも彼はもうすごいですよ。 UFC300 のメインカード入ってましたからね。超王道のアメリカンヒーローみたいなポジションで UFC もプッシュしていくと思うし、これから活躍していくと思います。ボーニッカルさん。ボーニッカル、これぜひね注目しててほしいです。結構もう知ってる人も多いと思うんですけどね。2人目は同じく UFC300 のメインカードで試合してたアーマン・ツァルキャンです。彼はアルメニア出身のファイターで、確か1個下かな、そんぐらいで。僕がねこう ATT の2階に行って、初めてこういろいろ鬼木さんと回ってたんですよ、2階を。ここはこうなんだ、ここはこうなんだみたいな、キッチンとかいろいろ見てたら、アシックスのオーダーのレスリングシューズを持ってるめっちゃひげもじゃのがったいいやつ歩いてきたと思って、パッととっさに「あ、Are you wrestler?」みたいな「I'm fighter」もう貫通しそうなぐらいの目で言われて「Sorry」みたいな「I mean you used to wrestler?」みたいな「レスラーだったの?」みたいなっていう意味だったんだ、ごめんみたいな。アーマン・ツァルキャンの一言目「I'm fighter」ですよ。一言目でちょっと怖さを植え付けられたんですよ。彼はアルメニア出身なんだとか。で僕はアルメニア出身のファイターって気性がすっごい荒いファイターがレスラーが多かったんで、やばい彼と接する時はちょっと気をつけないとなみたいな。初対面の眼力で貫通されそうになったみたいな。そっから僕もアシックスは日本製品じゃないですか。You Japanese みたいなって、アシックス is awesome みたいな、アシックス最高だみたいな、いいねみたいな、俺もアシックスの同じの持ってるよみたいな、ちょっと意気投合して、お前レスラーだったのかみたいな、そうだお前成績なんだみたいな言ってきて、かまし入ってんなこれと思って、成績はぼちぼちあるんで、言ったらこう動画とか見出して「おナイス」みたいな、レスリングパートナーみたいなのが言ってきて、毎週月曜朝レスリングのコマから始まるんですけど、もうアーマンとガッチガチにやってパンパンになるっていうのが。レスラーとしてどうですか、ツァルキアンの技術としては。技術っていう意味ではやっぱ日本の軽量級っていうのは世界一かなって僕は思ってるんで、組手の技術とかは上回れるものがありますけど、ただ組んだりやっぱ中心と中心がぶつかったら 1000% 負けるなっていうぐらいのフィジカルさはあったんで外してスピードとクイックでポイントを取るみたいな。ただこのグッて正面当たった時に押し込まれた時はもうほんと万力で動けないですね。ただ、彼とこうずっと組めたっていうのはすげえいい経験になりましたね。レスリング以外では普通にスパーみたいなのは
されてないんですか？アーマンとは、はい、そんな死んじゃいますって。あ、そっか。そうライトみたいな、はい、こういう打ち込みはやりましたけど、ただね、あんな怪獣みたいななりして、肘パーンしまってもうって構え超タイトで綺麗なボクシングするんで、あ、でレスリング超強い、ボクシング超綺麗、お、やばいぞこいつって思っててはい、いい感じにはなりましたけど、初対面がとにかく怖かったアーマンは。で彼は僕が滞在中に試合行って、で帰ってきてすぐ練習戻ってて、やっぱアメリカで試合なんでピョって行ってピョって帰ってきて3日後また練習してみたいな、そういえば試合してたよねみたいな感じで戻ってでアーマンとはあっちに滞在中も会話がまあ2階で一緒に住んでたりもあって多かったですね。今回行かれたらアーマンはいらっしゃるんですか？アーマンいると思いますね。ただもう引っ越して今はもう2階じゃなくて近くの家買ったって言ってましたね。3人目今3人目はね、クリス・ダンカンっていうこれもライト級の選手ですね、はい、前回は負けちゃったんですよね。で今 10勝2敗か11勝2敗ぐらいなんですけど、はい、クリス・ダンカンは僕がなんかいろいろ ATT 歩いてたらたまに漢字のタトゥー入ってる外人さんとか結構いらっしゃる。漢字でもう石柱にドーンって彫ってるんですよ。剣で生きる者は剣で死ぬみたいな、まあまあ意味はわかるぞみたいなはいいいタトゥーだねみたいな、ああそうか、この日本語合ってるかみたいな、まあ合ってるよみたいなあんま聞いたことないけど合ってるよみたいな、でもそれ言いたこともわかるみたいな、いい言葉だみたいな、俺は日本が大好きなんだみたいな。アメリカの日本のコンビニフードとかコンビニスイーツを紹介する TikToker がいて、クリス・ダンカーは結構減量がきついんで、ずっとそういうものを見てるんですよ。余計きつくないですか、そういう減量の時？いや結構人によるんですけど、でもそういうの見て紛らわす、あ、いいなこれ食べようみたいな、頑張る糧にするみたいな人もいて、クリス・ダンカーはなあ日本のコンビニってすげえんだろみたいな、なあやばいよなこのどら焼きってどんな味なんだみたいなSo good, so good いやもう今度持ってくよみたいな、もう日本のお菓子みたいな Thank you, thank you みたいな Thank you brother みたいな感じで、もう超可愛くていいやつだなみたいな。可愛らしいですね、確かに。はい、まあだから2階に住んでるんで結構話したり、して仲良くなったんですけど、この間はねUFC メキシコ大会で負けちゃったんですけど、パンチがやっぱ強くて、はい、寝技も正確でっていう、まあ成長過程の今アメリカントップチームのファイターですね。これからガンガン行くぞっていう時のファイターです。だから彼もねユーモアもあって可愛いファイターなんでめっちゃ注目してほしいんですよね。僕がね ATT バックで写真撮ってくれる、めちゃくちゃな自撮りとか、これがクリス・ダンカンですこれです、はい、ユーモアもあってお茶目な部分あってね、いいファイターですよ。ベラトールの27勝0敗のやつとかいたわ。あ、そうなんです。はいはい、それはこの間ね負けたんですよ。27勝1敗になっちゃったんですよ。29勝0敗が今までヌルマゴの最長記録で、はい、あ、その記録塗り替えるやつ来たぞと、27ですと。そんなやつらでね毎日なんかやってる、結構すごいとこですね。はい、ただ勘違いしないでほしいのは、アメリカが行けば勝てるとか、アメリカがいいっていう、ね、全部正解がそこにあるっていうわけじゃなくて、一番いい場所って多分ないんですよ。その人に合ってる場所っていうのはあるかもしれないですけど、日本も日本でアメリカ行きてえな、日本じゃなとか思って練習するんじゃなくて、日本の素晴らしさを見つけてガンガン練習していきたいですよね。だから僕も帰ってきてからまだね日本にいる理由っていうのももちろんありますし、向こう行ったらねまた全然違うガラッと変わったいい練習ができるんで、またお願いしたいと思ってます。はい、リンヤさんありがとうございます。はい、まあ本日ね話していただいた、はい、ATT にね、はい、再度行かれるというわけですがね、はい、さらにこうパワーアップして、はい、帰ってきていただけるということで、はい、すごく楽しみにしておりますので、はい、今後のリンヤさんに
ますます期はい待ですね。はい、はいますます期待ですね。はいはい、視聴者の方も期待してていいんですか？期待して、まあそうですね。またねパワーアップして帰ってきていただけると、はいはい、以上がATT 紹介、そしてその中にいる選手3人紹介させていただきました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。じゃあ最後もう一回その先ほどの顔をやっていただいていいですか？どういう気持ちなの？それはお腹減った。あ、そうですね、はい、お腹減りましたね。はい